日は鶏ごぼう唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ごぼう唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、鶏肉の周りにごぼうをたっぷり絡めたサクサクジューシーでとても美味しいごぼう唐揚げをご紹介していきます。お肉を柔らかジューシーに仕上げる方法や、あとは揚げる時のコツもご紹介していきます。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、ごぼう、卵、薄力粉、片栗粉、お醤油、お砂糖、マヨネーズ、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということでね、今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずごぼうですね。こちらは粗いごぼうでも泥ごぼうでも OK です。今の時期ですと新ごぼうが売ってる場合は新ごぼうがおすすめです。そして鶏もも肉ですね。こちら1枚約 350g のものになります。こちらはだいたい300から 350g ぐらいを目安に使っていただくといいかなと思います。そして今回のポイントはお砂糖とマヨネーズです。砂糖はですね、加えていただくとお肉も柔らかくなって、かつコクが加わって美味しい仕上がりになります。そしてそこにですね、マヨネーズもプラスすることでお肉がとても柔らかい仕上がりになります。さらにですね、下味にもなりますので、ぜひマヨネーズは入れて作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに鶏肉から切っていきます。鶏肉はですね、こういった余分な筋だったりとか、あとは余分な油、そして皮などを取り除いてください。筋とかに関しましては気になる部分だけ取り除いていただければ大丈夫です。はい、 OK です。このように余分な部分を取り除いてください。そしたらお肉を一口大に切っていきます。切る時もですね、こうやって見ていただくとわかるかなと思うんですが、お肉がね、こう半分に分かれてるの分かりますかね。こちら側がちょっと筋っぽくなっていて、残り半分が肉々しい部分になってます。まずこちらを切り分けます。このように肉々しい部分と筋っぽい部分を切り分けていただくことで歯切れが良くなって食べやすくなります。なのでまずね、こちら半分に切ります。あとはですね、食べやすい大きさの一口大に切っていきます。はい、このように一口大の大きさに切ってください。そしたらボウルを用意して、この中に鶏もも肉を入れます。そして鶏もも肉に下味をつけていきます。下味をつける時のポイントなんですが、まずはじめにお砂糖を揉み込んでください。砂糖をね、一番はじめに揉み込んでいただくと、お砂糖がきちんとお肉の中に入っていきます。こちらをですね、お醤油などと一緒に入れてしまうとお砂糖が中に入っていかないので、必ず一番はじめに揉み込むようにしてください。では砂糖を入れます。そしてしっかり揉み込みましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなるまで揉み込んでください。はい、このように揉み込みます。目安としては砂糖のシャリッという感じがなくなったのと、あとはお肉の表面にこのようにツヤが出てきます。このぐらいになるまでしっかりと揉み込んでください。それでは続いてここにお醤油、そして鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、そしてマヨネーズを入れます。先ほども言ったんですが、このマヨネーズもお肉を柔らかくしてくれる効果があります。そしたらこちらもよく揉み込んでください。このようによく揉み込んだら表面にピタッとラップを貼り付けます。そしてこのまま冷蔵庫で15分漬け込みます。それでは続いてごぼうを切っていきます。ごぼうは今回ささがきにしていきます。まずはじめにこのごぼうの皮をこそぎ取ります。こそぎ取るときはこういったね、包丁の背を使っていただくとやりやすいと思います。ではこそぎ取っていきます。あんまりね、やりすぎるとごぼうの香りがね、なくなってしまいますので、やりすぎには注意してください。ちょっとね、残すぐらいでいいかなと思います。ごぼうもですね、きちんとね、洗ってからこのように皮をこそぎ取ってください。はい、 OK です。そしたらね、今ちょっとね、皮が結構ついてるので、さっと水洗いしてください。水洗いしたら一度ね、軽く水分を拭き取ります。は
はい、OK です。今からね、ごぼうをささがきにしていくんですが、今回はピーラーを使ってささがきにしていきたいと思います。そうすることで薄いささがきにすることができます。やりにくい方はね、包丁でやっていただいても OK です。では、ピーラーでやっていきます。こんな感じでね、スッスッスッと皮を剥くイメージですかね。このようにささがきにしていきます。ごぼうをね、くるくる回しながらささがきにしましょう。ある程度このように溜まってきたらボウルにねお水を張って、そしてボウルの中にごぼうを入れといてください。このままアク抜きをしていきます。ではね、残りもどんどんねささがきにしていきたいと思います。ちょっとねこうやって長くなってしまったものは包丁で3等分ぐらいに切って使ってください。あとはね、こうやってまな板にねごぼうを置いてコロコロね転がしながらやっていただくとやりやすいと思います。あとはね、ちょっと太くなってきたら1箇所でこう 2,3 回ですね、このようにピーラーで剥いてから角度を変えてまた 2,3 回っていう感じで繰り返していただくとやりやすいと思います。はい、OK です。ごぼうはこのようにささがきにしてください。そしてこのまま水に5分ほどさらします。はい、5分経ちました。それでは水を切ります。はい、OK です。そして水を切ったらですね、キッチンペーパーで水分を拭き取ります。そしてごぼうは一度このままざるにあけといてください。それでは続いて鶏肉です。この鶏肉も今15分経ちました。ラップを外します。そしたらですね、この中にまず卵を入れます。一度ね、卵を割り入れて揉み込みます。はい、こんな感じです。しっかり揉み込んだら続いてここに薄力粉です。そして全体をよくね、混ぜてください。はい、OK です。お肉にね、このように卵と薄力粉を絡ませてください。それではね、今からこのお肉にごぼうの衣をつけていきます。ではね、バットなどを用意して、ここに先ほどね、水気を切ったごぼうを入れます。全部ね、入れちゃってください。そしてバットに開けたらですね、もう一度水分を拭き取ります。水分を拭き取ったらここにね、片栗粉をまぶしていきます。全体に片栗粉をまぶしましょう。そうするとね、お肉との密着が良くなります。はい、OK です。片栗粉をまぶしたらこの上にね、お肉を乗せてごぼうをね、全体にくっつけていきます。はい、このようにね、お肉をごぼうで包んでください。こんな感じです。では残りも同じようにお肉の周りにごぼうをくっつけていきます。ちょっと軽くね、押さえつけるイメージでくっつけてみてください。はい、OK です。このようにごぼうをお肉全体にくっつけてください。それではね、油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい2センチぐらいの油を注ぎ入れてください。結構ね、油は多めに使っていくので、小さめのフライパンまたはお鍋を使っていただくといいかなと思います。そしたら火にかけます。そしてこのままですね、まず油を170度まで温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになってれば OK です。ではね、お肉を入れていきます。ごぼうをしっかりね、お肉にくっつけて、そしてそっと入れていきます。この時ね、やけどしないように注意してください。そしてこのままですね、動かさない状態で3分ほど一度揚げていきます。はい、今ね、だいたい3分ほど経ちました。そしたら裏返します。よいしょ。はい、そしてこのままですね、片面も同じように3分ほど揚げていきます。この時もお肉を動かさないように揚げてください。はい、今3分ほど経ちました。そしたらですね、一度この唐揚げを持ち上げてください。そして少し空気に触れさせます。空気に触れさせたらまた裏返して油の中に入れます。これを全部ね、行ってください。こうしていただくことで2度揚げの効果を得ることができます。最後はですね、火加減をちょっと強めて180度ぐらいの温度で1分ほどカリッとするまで揚げていきます。その時も時折ね、こうやってお肉を空気に触れさせながら揚げてみてください。そうすることでね、よりカリッとした仕上がりになります。
はい、OK です。今ね、1分ほど経ちました。そしたら取り出します。はい、このようにカラッと揚がれば OK です。お肉の大きさによって適正な揚げ時間が変わる場合がありますので、そちらは調整してください。それでは残りも同じように揚げていきます。揚げるときはですね、ちょっとカスが出てると思うので、カスをきちんと取り除いてから次のお肉を揚げるようにしてください。はい、では残りも揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。油を切る時なんですが、このように立てかけていただくと下に油が溜まりにくくなるので、全体がねサクッとした食感に仕上がります。ではこのまま3分ほど油を切ってください。はい、これで鶏ごぼう唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにごぼうはカリカリで、お肉はとてもジューシーな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうごぼうがシャキシャキですごく美味しいです。そしてごぼうの香りもすごく際立ってます。お肉もすごく柔らかいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ごぼう唐揚げのポイントです。まずお肉に関しましては、今回鶏もも肉を使ってます。こちらはお好みで鶏胸肉でも OK です。そしてお肉に関しましては、まず一口大に切って、その後お砂糖を最初に揉み込んでください。砂糖はですね、一番最初に揉み込まないとお肉の中になかなか入っていかないので、必ず一番初めに揉み込んでください。そしてその後ですね、マヨネーズなどで漬け込むんですけれども、マヨネーズでお肉を漬け込むことでとても柔らかジューシーな唐揚げに仕上がります。そしてごぼうなんですけれども、ごぼうに関しましては水洗いして水分を拭き取ってから皮をこそぎ取るようにしてください。このこそぎ取る時なんですけれども、あんまりやりすぎてしまうとごぼうの香りが減ってしまいますので、こそぎ取りすぎないようにしていただけたらと思います。そして今回はですね、ピーラーを使ってささがきにしました。ピーラーを使っていただくととても簡単にできるので、ぜひやってみてください。ピーラーでささがきにする時も同じ箇所を 2,3 回やっていただいて、くるっと回転させて、そしてまた 2,3 回同じ場所をやっていただくと綺麗にできると思います。そしてその後ですね、漬け込んだお肉に卵と薄力粉を絡めて、そして片栗粉をまぶしたごぼうでお肉を包んでください。この時ね、ごぼうに片栗粉をまぶしていただくとお肉との密着が良くなります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、お肉を入れたらお肉は動かさずに揚げるようにしてください。そして片面3分ずつ揚げたら、あとはですね、空気に触れさせながら油の温度を上げて1分ほど揚げてください。そうすると2度揚げ効果になってとてもカリッとした仕上がりになります。そして油を切る時はですね、少し立てていただくと油が溜まりにくくなるので、全体がサクサクっとした食感に仕上がります。油切りも気をつけてやってみてください。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ごぼう唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。